続いてなんですけれども、チームについていろいろと深掘りしていきたいなと思ってます。まずは、この結成秘話といいますか、どういう感じでこのチームが作られたのかなというのがすごく気になってたんで。いや、私も気になってます。でしょ？はい。そこをちょっと聞いていきたいなと思うんです。昔から僕ハント自身は2人のことを知っていたんで、もともと。いつぐらいだろう、もう6年、7年前ぐらいから知っていて、もともと他のゲームの同じ界隈にいて、そこで知り合って、だいぶ後ですけど、APEX になった時に僕が2人を連れてきてみたいな感じで、はい、そこで繋げたって感じなんですけど。なるほど。ハントさんきっかけだったんですね、じゃあ。そうですね。真ん中みたいな感じになっていて。お名前の通り、お二人をハントしたみたいな感じになるのかな。たくさん競技人口いる中で、なぜこの2人をハントしたのかっていうところがそうだよね。気になりますよね。3人で、チームプレイのゲームなので、基本的に仲が知れた人、上手いのは前提の知ってる人とまず組みたかったっていうのがあって、で、2人とも上手いの分かってたし、どういう人かっていうのを分かってたんで、組んだって感じですね。これね、今、ハントさんの方から、お二人を誘ったということをお聞きしたんですけれども、これ、誘われた方？そうですね。つまりは、メルタゲさんと、あと、ローハイさんは、その誘いを聞いたときに、どう思ったんだろう？早速じゃあ、メルタゲさんから。もともと APEX の競技に全然興味がなくて、なんか世界大会とかも全然見てなかった人だったんですけど、ハントさんがそうやって誘ってくれて、やってみるかみたいな。だから普通に誘ってくれたこと自体めちゃくちゃ嬉しくて、そうですね、そっから競技に入ったって感じなんで。その誘われた時っていうのは、APEX はほぼほぼ触ってなかった感じですか？いや、触ってて、なんかランクとかカジュアルをずっとやってて、で、プレデターにもなって、個人での目標みたいなのが正直なくなってたんで。もうやりきっちゃって。逆にか。その時にちょうどハントさんが誘ってくれたんで。ハントさん見てたんですよ。そういうことだね。そう。タイミングバッチリやないか。ハントさんはやっぱそういうところもご覧になられて誘ったわけですか？ランクの時からなんですけど、初めてメルタゲを連れて、ランク行ってみようよって言って、ランクでそのシーズンで一緒にプレデター行って、すぐっていうよりかは僕自身もそこまで競技の経験なかったんで、なんか始めるなら仲いい人と、なんか最初カジュアルに始めたって感じなんで、この2人のね、つながった部分っていうのは聞かせていただいて納得はした。さあそこにだ、ローハイさんはこの誘いを受けてどう思ったのか、そしてどういうつながりがあったのか。なんか僕はもともとずっと競技をやってて、今の3人でやる前に、違うチームに入ってたんですけど、それが高校3年生の時なんですけど、受験で一回できんくなっちゃって、で、そのメンバーから外れて、僕じゃないその新しい人がそのチームに入って、で、僕がどうしようって感じでずっとおって、なんかの大会にハントさんと僕ともう一人で出て、で、そこで競技あと一人探すみたいな感じになって、そこからいろいろあって、メレタゲさんが見つかってみたいな。なんか聞いてる感じだと、ハントさんは、ローハイさんともメルタゲさんとも、面識があったみたいな感じにちょっと捉えたんですけど、ローハイさんとメルタゲさんは面識はなかったんですかね。そうです。もう全くなかったです。初対面でした。そのチームを組むってなって実際に初めましてっていう感じだった。そうですね。じゃあもうハントさんがいなかったら。そうなんです。このチームがなかったし、お二人が知り合うこともなかったし。ありがとうございます。次になんですが、皆さんそれぞれ住んでる場所が違いますので、オンラインだとは思うんですけれども、いつどうやってどのくらいの頻度でどんな練習をしてるのかなっていうところは、APEX を普段プレイされてる方もちょっと参考に、こうすれば強くなれるのかなってやっぱ僕らも聞きたいですからね。そうなんです。そこをちょっとお伺いしたいなと思います。練習はだいたい9時ぐらいから決まって開かれてるカスタムがあって、スクリームって言ってあるんですけど、それに参加して出るって感じなんですけど、競技とか出たい人たちがそこにいっぱい集まってて、グループ分けされてて、出るって感じでいつも練習してて。どのくらい例えば毎週何日とかっていう感じでやってらっしゃいます？基本的にそのカスタム自体がボランティアに開いてもらってるんで、何か大会が被ってたりとかがない限りは基本的に開かれているんで、自分ら3人とも出れる日、毎日ですね。それとは別にたまにですけど、チームで3人でランク行ったりとか、練習そのぐらいですね。ちなみ
に、例えばこの3人のうちどうしてもちょっと用事で参加できないって2人しか集まれなかった時っていうのはその2人でプレイされるわけですか？いや、もうそれはもう出ないって感じで。ああ、もう出ない。もう代わりの人一人誰か入れてやるってこともできるんですけど、まあはい基本的にはなんかまああんまり意味ないって僕自身思ってるんで、なんかまあそういう時はキャンセルして出ないって感じで、3人集める時だけ出るみたいな。プレイするだけではなくて、例えばその大会に出るためのうんミーティングとか、うんうんうんまたはこの相手の分析とかっていうのも必要になってくると思うんですけども、そうですねそういうのっていうのは普段の中でされてたりするんですか？2人は正直わかんないんですけど、やってるかどうか。もうはい本当に個人でやってるんですけど、練習してる最中には、そういう話し合い自体とかは、あと自分らどうしたらよかったねっていう話し合いはするんですけど、はい相手の分析だったり、基本的に自分たちがどうやってプレイしたいかとかは、ほとんど自分で考えてて、自分だけで考えて、いろんな相手のチームとかを、まあ、構成とか覚えたりとかは、まあ、基本的に自分が個人的にやってるって感じですね。ってなってくると、メルタゲさんであったりとか、あと老廃さんはそれぞれなんだろう、自分自身の考えであったりとか戦略であったりとかっていうのは独自に考えてらっしゃるのかなって。いや聞いてみたいですだよね聞いてみたいですね、それ。あ、そう、ハントさんもね普段頭の中は見えないですからね。そうだね。ああ、なるほど。じゃあせっかくなので、いやぜひぜひ聞きましょう。いい機会ですから。はい。はいじゃあまずメルタゲさんからお願いいたします。その目の前のパーティーと戦う時のそのファイト面はやっぱり自分でいろいろ考えたりしてるんですけど、そのエイペックスってやっぱりアンチが本当に試合ごとに変わってきて、どうやって動くかとかは全部ハントさんが、まあこれ多分こうした方がいいよねみたいな提案してもらって、そこに、それでいいと思うみたいな。だから大体ハントさんが指示してくれます。で、ハントさんについてきます。ハントさんがやっぱこう立ち上げたみたいなところがあるしね。チームがね。うんなるほどなるほど。だからこそこう引っ張ってくれるし、委ねられる。ああ、なるほどなるほど。さあそこに関して老廃さんはどうでしょうか？まあいろんなことを自分で考えてますけど、まあそれを基本的に言うことはないですね。ハントさん IGL に従うだけなんで、自分の役目は。まあ基本考えてるっすけど、まあ特にそれを言うことはないですね。頭ではでもちゃんとあるんだよ。あるんだけれども、ハントさんの、いわゆるこの指示に従いながら3人で動いてると。ちゃんとチームとしてね、出来上がってますよね。そうですよね。そう今これ初めてかな、メルタゲさんと、老廃さんの、思いというか、っていうのも出てきたんですけれども、ハントさん、それを聞いてみていかがでしょ老廃さんからはまあ基本的に僕がめっちゃ困った時とか、マジでこれどうしようってなった時に、たまにその、サブオーダー的な感じで、こっち今いけるんじゃねみたいな感じで、言う時はたまにあるんで、頭の中で考えてるって言ってくれてたんで、そうだなって感じの。すいません。ちょっとバカな質問かもしれないんですけれども、3人でプレイするって、いわゆるチームで行動するんですけれども、必ず司令塔いた方がいいですかね？3人とも考えることは考えてるのがいいと思うんですけど、結局1人誰かがこうしようっていう人がいたら、多分それに乗っかった方がやりやすいし、逆にみんながぐちゃぐちゃ言い出すと、どの指示した方がいいのかっていうのが分かんなくなるんで、基本的には僕がなんか指示したことに、お二人はもう本当にちょっとついてきてもらって、困った時は、サポート的な感じで、が多分ベストだと思いますね。やっぱりだからチームワークなんだ。で、それぞれの思いは持ってるけれども、今はちょっと収めといて、この人についていこうと。続いてなんですけれども、チーム結成以降の現在までの歩みといいますか、そうですね。そう、歴史ですよね。それをちょっと聞いてみたいなと思うんです。最初ら辺は本当に一旦始めてみるかみたいな感じで、その、スクリムっていう練習会に参加し始めて、最初から多分そんなに強かったとかはあんまり覚えてないんですけど、徐々に本当に徐々にその競技の環境に適応しつつ、3人の連携も深まってきて、本当に1年前ぐらいに多分最初の、ちょっと大きめの大会みたいなの出たんですけど、まだちょっと自分たちの、なんて言うんだろう、連携の意識とかがちょっと薄すぎて、ちょっと微妙なとこで終わっちゃって、でそこからもう意識変えて、いろいろなんか、声かけだったりとか、そういう連携面とかを、含めて、ちょっといろいろ煮詰めつつ、僕自身もなんかいろんなチームの研究やら、なんやらして、で、最近はもう特にずっとだいぶ順調に強くなってきてるって感じでですね、はい。で、S プ
ラスっていうあそこの評価をいただいたわけじゃないですか。ね、なかなか取れないです。そうなんです。ね。このすごい数のチームの中から本当にこれだけの人数しかもらえないっていうランクですから、そうこれ一番最初にもらった時ってそれぞれうんどう感じました？うんなんか多分嬉しかったりとかもすると思うんですけれども、それからこれをもらったからなんか目標が変わったとかっていうのもあると思うんですが、じゃあちょっとそこに関してまずハントさんからちょっと聞いてみたいなと。まあでも初めてもらった時どうだろう、嬉しいっちゃ嬉しいですけど、別にやったーとかはなくて、まあ当たり前みたいな感じで、やってたらまあなるよねみたいなぐらいで、もう本当に上手い人たちはそれが当たり前なんで、まずそこに行かないとまあいけないかなって。嬉しいけれどもやっぱ通過点なんだ。そう、まだまだね。ね。では続いてメルタゲさんいかがでしょう？もう本当にその評価 S プラスになることが目標とか本当に何もなくて、そのなった瞬間も全然気づいてなくて、で多分僕からANC の評価 S プラスなってるよって2人にその練習後にちょっと雑談タイムで言ったみたいな感じだったと思うんですけど、はいはいはいだ。から本当にそのさっき言ってくれた通り通過点みたいな、もう本当にそうなって当たり前だなみたいな感じだったんで、特に嬉しいとかは本当になかったです。そうなんだ。なんかもうすごく体で表現してごっ強かったとかっていうのではなかったわけなんですね。そうですね。徐々にそのレート上がってくんで、総合順位が高かったら、だんだん上がってくんで、やっぱり。毎日こうやって練習してたら、まあなるよねって感じでしたね。別にそこを目指してプレイしてたわけじゃないから。ないんだよね。気づいたらなってたうんうんというようなご意見もある中で、老廃さんいかがでしょうか？まあそうですね。自分はまあ嬉しい気持ちとびっくりした気持ちがあって、まあその自分は昔からずっとそのスクリームとか参加してたんですけど、昔の前のチームとかやと、まあ B とか、まあ良くても A ぐらいで、まあレートが止まっちゃって、その S とか S プラスは割と雲の上の感じだったんで、S プラスって聞いた時はちょっとびっくりしましたね。老廃さんはどちらかっていうと、まあ感情がこうグッと出てきたのかもしれない。当時のその思い出とかもあるしね。だから余計にね。三者三様というか、やっぱりそれぞれの表現の仕方っていうのがあるね。僕はもう単純に絶対喜ぶだろうと思ってたんだけれども、そうでもなかったみたい。次の質問に行きたいんですけれども、その強さを目の当たりにした大会がありましたよね。そんなもんバトルオブ近畿です。このバトルオブ近畿について、出演のきっかけであったりとか、またその時のこう戦略とか戦術っていうところも聞いてみたいし、聞きたいですね。ね、優勝してその時の感想なんかもそうですね。ちょっと聞いてみたい。はい。はい。本当にでものバトルオブキンキって大会は、その、まあ、ヒットの会社の方から招待来たから出てくれって言われただけでまあ出たんですけど、本当にいつも通りです。なんかもう練習してたところに降りて、ランドマークも僕らまあいつも降りてるとこ降りて、普段通り動いてみてってやったんですけど、僕たちいつも練習してるから、多分これ周り練習いつもしてないような人たち多いなって思ったんですよ、すぐに。1試合目で気づいて、まあ、ちょっと一回自由にやってみるかってなって、普段まあランクするような感じで途中から切り替えてまあやってました。結果いつも通りの形になったということだね。特に特別何か考えてとかはないんです。はい、いつも通りになんかランクやってる感じで、まあ、でもやってました。で、そのいつも通りにやった形が、まあ、優勝ということになったんですけれども、その優勝して、まあ終わってみてですね、どう思ったのかなっていうところはちょっとこうそれぞれに聞いてみたいなと。そうですね。じゃあまずはハントさんからお願いします。まあ優勝自体はまあ嬉しいし、まあ、招待されたからにはまあ勝つつもりでしかいなかったんで、まあ純粋に嬉しいって気持ちがあったんですけど、まあその後に大会とかも控えてたんで、それにつなげるいい優勝かなって思ってました。じゃあ続いてメルタゲさんいかがでしょうか？僕は、その優勝商品の、なんかお肉、いや、気になってたんですよ。お肉のね、どう分配したのかっていうね。本当に欲しくて、正直僕、それしか考えてなかったんです。お肉。やっぱお肉大事ですよ。まあまあ。いや、お肉大事です。好きだからね、みんなね。続いて、老廃さん、いかがでしたでしょうか？自分は素直に嬉しかったですね。もう優勝できたのが。あんまり今までの競技人生で結果を残してきたことがあんまりなかったので、素直に喜んでました。大差で優勝しましたからね。そうですよ。はい。ということで、続いてなんですけれども、今後について、次こういう大会があるよとか、次こういう目標があるよっていうところを聞いてみたいなと。次は3月と4月に分けて、4週に分けて行われる大会があるんですけど、目の前の目標はそれに全部まあ勝つっていう目標で、それで次の大会につなげるのが目標ですね。ちなみに
なんですが、その大会の、お名前とかっていうのは伝えられたりするんですか？はい、次の大会は ALGS のチャレンジャーサーキットっていうのに出場予定なんですけど、はいじゃあせっかくだからさ、まずは目の前にある、大会に向けての意気込みみたいなんてちょっと聞いてみようか。最初、老廃さんから聞いてみたいなと思います。自分ができることをやって、チームのためになればいいかなと思います。まずはできること。ごくごく老廃さんにとって当たり前のことね。これをやってチームのためになるべくして。では続いて、メルタゲさん、いかがでしょうか？昨日か一昨日も大会出てて、200チーム中とかで2位だったんですけど、おー、すごいすごいすごい。嬉しいんですけど、やっぱり2位っていうのがちょっと悔しくて。やっぱ1位ですよ。そこだ。そうですね。であと、前にも言ってた、スクリームとかで、出るたびに本当にトップ3には大体入ってるぐらいに調子はいいんで、やっぱりその次の ALGS では、1位を、総合1位を取りたいです。てか、取ります。取ります。いや、取りますと宣言が。その意気込み、しっかりと伝わりました。はい。ありがとうございます。ます。さあ、それでは、ハントさん、いかがでしょうか？はい。僕も、最近特に調子もいいし、このまま、この調子で次の4週にも臨みたいんですけど、いつも通りでやっていきたいなって感じで思ってて、でも1位も取れると思ってるし、だから、なんていうの、怒らずに、いつも通りにって感じでやりたいなっていうふうには思ってます。いつも通りにやる。っていうところが、いつも通りに勝つ。そういうこと、そういうこと。ありがとうございます。さて、それでは一番ラストになってしまったんですけれども、見てくださっている方々、ファンの方々そうそういらっしゃいますから、いらっしゃると思いますので、せっかく今日はですね、インタビューに答えてくださったそうですね3人がね、いらっしゃいますので、もしそのファンの方々に一言あれば、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、では、ハントさんからいきたいなと思います。大体1年前ぐらいに、チーム作って、最初はやっぱり、ファンとか、応援してくれてる人とかは、目につきづらかったんですけど、最近特に、フォローしてくれたりとか、ツイッターとか、応援してるよっていうのが目に見えて、増えてきたんで、それもあるので、だいぶ感謝しつつ、それのおかげでっていうのもあれなんですけど、頑張れてるっていうところもあると思うんで、いつも感謝してますね。では続いて、メルタゲさん、お願いします。ハンさんがさっき言ってくれた通り、最近になって応援してくれてる方々が目について、いっぱいこうやって応援してくれてる方々がいるんだなって本当に思うようになって、綺麗事言ってるとかじゃなくて、本当の心の支えになってくれてるんで、本当にそれの恩返しじゃないですけど、これからの大会もずっと優勝してくれたらいいなって思います。ありがとうございます。では最後になりましたが、老廃さんお願いします。その応援してくれてる人たちにはほんまに感謝してますし、その応援のおかげで今の自分が、あるし頑張れてるっていうのがあるんで、いい結果を残せるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、ということで、たくさんいろんな質問もさせていただきましたし、で、答えも聞かせていただきました。本当はもっと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 いろんなこと聞きたいんです。まだまだね。なんですけれども、一旦この辺にしておこうかなと思います。引き続き、ファンの方々、もちろん僕らもなんですけれども、皆さんを応援させていただきますので、ぜひまた、出演していただきたいなと思います。ということで、今日はヒットゲーミングの皆さんでした。お三人とも本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今日はですね、ヒットゲーミングの3人に来ていただきましてというか、オンラインでね、インタビューをさせていただきまして、どういう方なのかっていうのをお声からお聞きしました。一つ一つのことに関してすごく細かく答えてくれました。丁寧にね。ゴッツだからね、やりやすかったんです。で、その中からも感じられる、まずは目標の大会であったりとか、普段の練習、あとこの間のその大会、バトルオブキンキであったりとか、そういうところの状況も聞けましたし、プロやなっていう感じがしっかりと分かった。だからこそあの動きができるし、やっぱチームとしてお互いを気遣っている面もやっぱありましたし、あったね。チームワークもバッチリでしたよね。そうなんです。こういうところを見て、これから APEX を始めようという方がもしいらっしゃったら、ぜひこの3人のプレーを見て、そしてまた今回のインタビューのね、回も見ていただきまして、いろんなことを経験、吸収してくださればいいかなと僕ら2人も思っております。ということで今回も貴重な回をいただきました。皆さん楽しんでください。楽しんでね。